はい、皆さんこんばんは。本日はですね、カーボン8 CZP09 CO2 ブローバックをご紹介したいと思います。はい、CZP09 についてはKJ ワークス製のですねものを私は持っていまして、以前動画でご紹介しています。この武骨でかつ洗練された形状に非常に興味が惹かれて購入したのを今でも覚えています。ヘビーウェイトかもわからないんですけれども、スライドも重量があって、ただ全体の重量感もあって未だに故障していない点など非常にですね好きなエアガンの一つになっています。ただマガジンがですねかなり癖があるのと、打ち味としてはマイルドでちょっとおとなしいガスガンという印象もありました。今回CO2 を動力源にするCZP09 が発売されると聞いて、洗練された形状でガンガン撃てる P09 を想像してですね思わず購入してしまいました。打ち味はもちろんですが外観含め KJ ワーク製と比較してみたいと思います。はい、手にした印象ですけれども、やはり重量感はある方だと思います。全体で 786g です。ただ KJ ワーク製は 877g ありました。多分マガジンの重量差が約 100g ぐらいあるので、その分の重量の違いがあるのかもしれません。あと CG の特徴ですけれども、スライドがですね非常に高さが浅いっていうんですかね、それも特徴だと思います。あと公式ライセンス取得によるですね刻印類の多さも印象的でした。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルになりますが、こちらは 9mm 弾を発射するマズルになります。この銃の特徴ですけれども、銃前面ですねは非常に迫力があるような感じがします。はい、あとですねスライド前方というんですかね、こちらが斜めにですねカットされたこのデザインですね。非常にですねこの形状いいと思います。はい、何度も説明していますけれども、特徴的なのがこのスライドをフレームが包み込む形状ですね。通常の銃とは逆で、このことによって非常にスリムな印象があります。はい、セレーションはですね前部と、こちらの後部にあって、フレーム中心部にはですねこちらですねテクスチャーもあります。こちらはですねトリガーフィンガーを置くためのもののようです。はい、スライド下部にはですね 20mm のレールがあります。こちらですね銃が大きいだけにライトも似合いそうですね。はい、こちらに X300 のですねレプリカですけど、それをちょっとつけてみたいと思います。非常に似合いますね。ただちょっとガタつきはありますね。はい、左側の刻印はこの通りです。こちら公式ライセンス取得のリアル刻印だと思います。このデザインドインチェコリパブリックと書かれているのが、ちょっと実情とは違いますけれども、はい、こちらKJ ワークス製ですけども、こちらKJ ワークスと同じ刻印ですね。はい、KJ ワークスのこの白いのはですね、私がクレヨンでですね墨入れをしています。はい、スライドストップはこちらになります。こちら金属製になります。ただスチール製ではありません。はい、こちらグリップになりますけれども、グリップはですねこのステップリングが施されており、グリップ力は非常に高いと思います。あとですねこちらにですねCZ 社のですねロゴが入っています。ここら辺がですね上部の方が少しえぐられたりしてて意外と細めに感じます。はい、あとグリップのここにですねピンがあるんですが、こちらを抜くとですね
多分ハンマースプリングを交換できるんだと思うんですけれども、このマニュアル見るとですね、このピンを抜くとですね、保証対象外になるようなのでお気をつけください。はい、あとこのバックストラップですね、こちらも交換できそうなんですが、サイズ違いのものは、付属されてはいませんでした。はい、こちらセーフティーですね。セーフティーは左右にあるアンビタイプになります。こちらはですね、はい、この通りですね、コック&ロック方式になります。はい、あとこの銃ですね、ダブルアクションも可能になります。ただしこの実銃でいうデコッキング機能はないようですね。はい、はい、以前にもお話ししましたけども、このシングルアクションですね、トリガープルは非常にいいと思います。これは形状惑星も含めてですね、トップクラスのトリガープルの良さだと思います。ただですね、ダブルアクションのトリガープルはですね、あんまり少し重くてですね、あとスムーズさに欠ける感じがします。はい、あとハンマー周りですけれども、こちらですね、ファイアリングピンは六角ネジのままですね。はい、右側の刻印はこの通りで、実銃だとここにですね、確かCZUSA カンザスシティなんとかっていう刻印が入ってたり、あとですね、このチャンバーですね、ここにもですねシリアルナンバーが記載されているんですけれども、これはこのカーボン糸もですね、この KJ ワークスのやつも同様に入っていません。はい、こちらマガジンになります。マガジンの装弾数は25発になります。こちらマガジンのですね底部にもCZ 社のですねロゴが入っています。とこちらマガジン背面にこちらですね、はい、このブロックの突起があって、これでですね他のフロンの銃へのですね使用を阻止しているということらしいです。あとですね放出バルブですね、ここのところにもですねピンが入っていて、これも改造防止のピンが入っているようです。KJ ワークスのマガジンですね。はい、こちら KJ ワークスのマガジンになります。こちらはですねこのカーボン糸の入ります。でしかもですね空打ちになりますけれども、この通り実射も可能になります。逆にですねカーボン糸のマガジンは、KJ ワークスの銃には入りません。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。はい、こちらはですねこの切り欠き、ここの線を合わせてですね、このスライドストップレバーをこちらから押して抜くとですねスライドとフレームに分解が可能になります。はい、こちらがリコイルスプリング一式ですね。でリコイルスプリングの先端にですねこのようにバッファーとワッシャーが入っています。はい、あとこれがアウターバレル式になります。アウターバレルは金属製ですね。このおかげでスライドを閉じるときに非常に金属製の良い音を感じることができます。アウターバレルとインナーバレルはですね多分ここのピンですね、ここでつながっていて、このピンを抜けば分解できるかと思います。このピンですね、スチール製ですね。はい、はい、あとこれがスライドになります。スライドも結構重量感ありますね。このスライドストップがかかる部分ですね、ちょっとちっちゃくて見えるか、ここなんですけど、
見えますね。ここに小さいピンが入ってます。これでスライドストップによる削れ防止対策が施されています。こちらはですねKJ ワークス製にも入っていました。スライドのですねこのピストンの部分ですね、こちらがスチール製ですね。はいはい、上がカーボン糸、下がKJワークス製になりますけど、これ全くと言っていいほど一緒ですね。ノズルの部分が若干形状が違うのと、多分このカーボン糸製のノズルのとこにはですね、ちょっと見えますかね、この中に金属製のパーツが入っていて、こちらでですね流速を調整してるんだと思います。はい、機関部になりますけど、上がカーボン糸、下がKJワークスですけれども、こちらも全くと言っていいほど一緒ですね。はい、機関部はですねハンマースチール製ですね。はい、とこちらのですねセレクターですかね、これもスチール製で、あとバルブノッカー、こちらもスチール製になっています。はい、全体の感想になりますけれども、この P09 の特徴的なデザインが非常にいいですね。最近のCZ シリーズのですねベース的な形状になってるんじゃないかなというふうにも思います。斜めに削り取られたスライド前方やスライドを包み込むフレーム形式、あとですねハードなステップニングのですねグリップなど、非常に見た目は私は好きです。重量はですね KJ ワーク製と比べて軽くはなりましたが、その分 CO2 のリコイルは強く感じることができます。もちろん同じカーボン8のですね45CQB と比較すると、リコイルはおとなしめですが、非常に心地よい実射を感じることができます。マガジンの燃費は私が打った感じで1ボンベだいたい138発ぐらい実射できました。燃費的には問題ないと思います。あとトリガープルの良さはトップクラスなので連射もしやすく、グリップもですね握りやすいため実射しやすいんじゃないかなというふうに感じました。実射性能はですね、素直な弾道で初速もハンドガンの中では高めだと思います。ただ上に行く傾向はですねKJワークスと同じかなというふうにも思いました。残念って言っていいのか分かんないですけれども、このフレームとスライドともにですねほぼ KJ ワーク製と一緒だと思います。リコイルスプリング前のですねバッファーとワッシャーがあるのと、あとノズルですね、それ以外は一緒なので外観的には全く一緒です。ちょっと購入してから調べましたけれども、カーボン8製の販売会社は株式会社ハッチというところで、この会社は台湾の KJ ワークスのですね製品を日本向けにですね調整して販売している会社なので、元の製品は KJ ワークスというのも同じなのも納得をしました。希望を言えばですね外観や CO2 対応でもう少しスライド部分など追加加工があったら嬉しかったかななんていうふうにも思っています。確かにですね KJ ワークスのガス風呂はスライド破損など未だ故障していないんですね。そういう意味では最初から相当頑丈に作られているから、CO2 でも問題ないということなんですかね。以前 KJ ワークスの動画でですね今後ですねぜひ CZP10 をモデリングしてほしいという話をしましたが、もちろん P10 のモデリングはしてほしいんですけれども、ぜひ今後はですねCZ シャドウ2ですね、こちらぜひモデルアップしていただきたいななんて思っています。スタイリッシュな CZ75 と比較すると少し武骨な感じが強い P09 ですけれども、私は非常に魅力的な銃だと思います。しかも CO2 によりより安定した実射性能のあるこのカーボン8の CZP09 はですね、私的にはおすすめです。CZ のエアゴンですねバシバシ打ちたい方、こちらの方にはですね非常にうってつけだと思います。
はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。